こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を決めさせてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はヤギさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあヤギさんについて自己紹介をお願いします。ヤギと申します。今年28になるんですけど、今はクラフトビールの会社でブランドのプロモーションとか企画とかの仕事をしています。よろしくお願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK になるんですかね。そうですね、1LDK ですね。だいたい平米数はどれくらいですか？平米数多分45ぐらいだと思います。はい、ということで、かなりこう骨董品とか、そうですね、古物とか、古いものが古い道具好きで、そういうものがお好きということで、そのアイテムについていろいろお話聞ければなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本編へ行く前に記憶的散策から公式 LINE が開設されました。こちらのアカウントではですね、300箇所を超える東京のショップリストというのが Google マップにて配布されております。具体的に言うと家具、雑貨、カフェ、プラントショップ、フラワーショップ、アートミュージアム、建築、ホテルなどなど、結構いろんな施設がですね追加されてます。で、僕らがいいと思った、お店だったり結構デザイン性の高い施設っていうもののみピックアップをしているので、お好きだと思います。皆さんぜひ LINE を追加して使ってみてください。では早速リビングを紹介してもらいたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？どうぞ。はい、失礼します。すごい三面採光ですか？そうなんですよね。この家ワンフロア1世帯の家なんで、3面ここ窓があって、ここの部屋だけで12345枚窓がある。すごい。じゃあずっと日中は明るいですか？そうですね、めちゃくちゃ明るいんですけど、夏とかめっちゃ暑くなりますね。そうなんだ。ということで、まずじゃあこちらのお部屋のこだわったポイントがあればちょっとお聞きしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？僕結構ちっちゃい時から歴史が好きで、大学でも歴史学やってたぐらいなんですけど、結構古いものとかが好きなんで、結構いろんなところで見つけた古いものとか愛着のあるものを集めてるって感じですかね。今日はちょっとそういうちょっと古道具というか、古いものちょっといろいろ詳しく聞いていきたいなと思うので、まずじゃあ順番にこちらの方からちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあまずこちらで言うと、この壁にかかっているこのポスターって言ったらいいですかね？これですね。ポスターですか？これは自分で作ったやつなんですよ。これそうなんですよ。結構コラージュ作るの好きで、雑誌とか切り抜いて、自分で作ったものです。初めて作った日に作ったやつなんで、なんかちょっと原点を忘れないじゃないですけど、結構じゃあ思い出深いですね。これそういうちょっと気持ちもあってここに飾ってます。これはなんか作品のイメージというか何かあったんですか？コンセプトに。なんか和風な感じと、あとちょっとなんか浮世絵っぽい雰囲気、浮世絵のなんか役者絵っぽい雰囲気を作りたいなと思って、ちょっとこういうところとか、なんかこう浮世絵ってこういうなんかタイトルみたいについてるじゃないですか。ちょっとニュアンスをちょっとイメージして作りました。これはなんか販売とかされないんですか？いや、してないですね。これも現品限り。現品限りですね。わかりました。あとはこちらに大きな植物がありますが、これは何の植物？これはセローブっていう植物で、練馬にある渋谷園芸っていうお店があるんですけど、そこで購入したものですね。すごい大きいですね。これ大きいですよね。これね、なんかこの目ん玉みたいな模様がかっこいいなと思って、ちょっと縄文土器とか土偶っぽい雰囲気もあるなと思って、かっこよかったんでお家に迎え入れました。これはなんかプラントカバー、これも一緒に？そうですね。これはもうでも既製品というか、もうどこでも売ってるようなものだと思うんですけど、多分ねこれプラスチックかな、なんか意外と重厚感あるようでカンカンカンって感じなんで、そんなに別に高いものとかいいのとかでそこまでないです。わかりました。あとはじゃあちょっと奥の方に少し移動していただきたいなと思うんですけど、こちらにはまずこの上チェストって言ったらいいんですかね？これは。これですかね。これはどちらで？これは馬喰町のヒストっていう小道具屋さんで購入したものですね。お薬とかなんか文房具とか入れてます。なんか普段はどういった感じで使われてるんですか？そうですね。なんか文房具入れたりしてるので、なんか使う時普通にピーって出して使ったりとか、あとなんかこういう上にちょっとしたお気に入りの小物を置いてたりします。
これ上にこの飾ってある、うちわというか、これこれは銀座にある匠っていう民芸品店があるんですけど、そこのうちわですね。これはなんかなんだろう、歴史のあるものというかなんかあれなんですか？でもそこ多分戦後すぐぐらいに作られたものだと思うんですけど、ちょっと古いうちわで、全然実用的にも使えるんですけど、なんかこの味のある色がいいなと思って壁にかけて飾ってます。あとこの上のアイスキャパー、読めないですよね。僕も何て読むのか分かんないですけど初めて読んだかもしれないです。なんかね調べたらスペイン語っぽいらしいんですけど、これは新大田にあるアウト・オブ・ミュージアムっていうお店があるんですけど、そこで年1回フリーマーケットをやるんですよね。そのフリーマーケットの時に、迎え入れたものですね。多分1970年か、60年代か70年代ぐらいのものじゃないかなと思います。わかりました。あとはじゃあちょっとこの下、この下は結構壁一面といいますか、この本棚がこれはありますけども、これは既製品の本棚をこう下に入れてらっしゃるんですか？これはもうニトリのカラーボックスを本棚代わりにしてるっていうだけで、この上とかはちょっと自分で貼ったりしたんですけど、なんで全然既製品のものを本棚として使ってるって感じですね。すごい、ここのなんかスペースなんか絶妙に収まった感じですね。そう、ちょうど良かったんですよこれ。いいですね。ここ前の家でもこのカラーボックス使ってたんですけど、たまたまいい感じに収納できてラッキーみたいな感じでしたね。結構それこそ本とかもなんか古本とか、結構そういうもの集めたりもするんですか？そうですね。なんかコラージュ趣味で作ったりするんで、それ用になんか学大にある飯島書店さんとかで1冊100円とかで雑誌買って集めたりとか、あとここら辺はちょっと古い本ですかね。この野良黒っていうこれ戦前の漫画なんですけど戦後にね、これはね復刻版として刊行されたものなんですけど、ちょっと戦前の漫画なんで今見るとややギョッとする表現があったり野良黒っていうねワンちゃんの兵隊さんの物語なんですけど、そうなんですけど、こういうのとかちょっと古いものだったり、あとここら辺は僕ビールメーカーに勤めてるので、ビールの歴史とかすごく気になるなと思っていろいろ買ってた時期あって、これはキリンビールのキリンビール株式会社50年史って書いてあるんですね。キリンビールってめちゃくちゃ古いビールメーカーで、これ昭和32年なんで戦後12年ぐらいで刊行された本ですね。ここビールの歴史、キリンを中心としたビールの歴史がこう書いてあったりしますね。すごい、昭和十何年の時点でもう50周年。そうなんですよね。すごい。じゃあめちゃくちゃもう明治時代の本当初年に作られたブルワリーなので歴史ありますよね。確かに。わかりました。この上にあるこのウルトラマン、これはねウルトラマンじゃなくてウルトラセブンなんですけど。ごめんなさい、ウルトラセブンウルトラセブンすみません、ややこしくてウルトラセブン、これは僕が子供の時使ってたやつですね。もう歴戦のもう傷跡がここにねあったビーズとか取れちゃってたりとか、目が片方取れてたりするんですけど、僕結構物持ちよくって、これ子供の頃に使ってたやつとか結構家の中に何個か置いてあったりします。でも全然多分状態いい方ですよね。正直そうですね。あとはここの壁でいうと、ここ縦3つでまたちょっとディスプレイというかねされてらっしゃると思うんですけど、真ん中のこれは何ですか？これは同心面っていう道の神のお面って書く信州の松本の民芸品なんですけど、道祖神っていう神様をかたどったもので、僕のねこれおばあちゃん家にあったんですよ。これでおばあちゃん家にあっていいな欲しいなってずっと思ってて、でちょっと2年前におばあちゃんが亡くなってしまったんで、その時に譲り受けたものですね。これはなんか木を削ってとか、そうですね。これなんか木を本当に実際に削って一刀彫りで多分作られたものだと思います。宮村蘭尊さんっていう方の作品ですね。あとはこれ下のものもこれはなんかこれはそうですね。iMac90 年代後半の初期の頃の iMac ですね。これは多分雑誌のなんか広告みたいなものでの切り抜きみたいなやつで、青山でたまにやってる骨董市みたいなところで買ったものですね。
これ横から見るとちょっと一瞬わからなかったそうですよね、何かわかんないですよね、なんかでもこの工業品なのにすごい洗練されてるデザインかっこいいですよね、やっぱこの頃から。かっこいいですよね、確かに、はい、あとはちょっと上のこの、はい、これですか、はい、これはウガンダのバスケットですね、網で作られたカゴですね。アフリカの民芸品とかこう道具とかも僕好きで、これは阿佐ヶ谷にあるボゴランマーケットっていうお店があるんですけど、そこで迎え入れたものですね。若干バスケそんな浅くはないのか別に。そうですね、そこまで浅くはないけど、こうやってなんかこうお土産とかこうインテリア用として作られてるなんか要素も多少あるんじゃないかなと思います。わかりました。はい、あとはじゃあちょっとまたこの奥の方にちょっと移動していただきたいなと思うんですけど、奥にもこのまず縦にこの、なんて言ったらいいですかね。これですか。はい。こちらのポールがありますけども。これは僕長野に一昨年まで住んでて、長野のなんかリサイクルショップで購入したものなんですけど、値段は多分3000円ぐらいとかだったかな、そんなに高くなかったと思います。で僕軽井沢に住んでたんで、この下の絨毯とかもそうなんですけど、軽井沢ってなんかこう別荘民の人がいっぱいいるんですよね、そういう別荘民払い下げのなんかちょっと掘り出し物のこういう家具とかが、ヴィンテージの家具とか結構普通のリサイクルショップとかに売ってたりして、でこの絨毯も 5.5 畳分ぐらいのめちゃくちゃでかい絨毯なんですけど、確かにこれめっちゃ大きいですよね。大きいですよね、これ1万3000円とか狂った値段で売ってますね。そうなんですよ。長野リサイクルセンターとかにぜひ皆さん行ったら本当に安い掘り出し物があるんで、これちょっとチェックしておきたいですね。チェックしてほしいですね、ここは。あとはここで言うと、こちらの壁側にもこのまたこれも民族ものというかですか。そうですね、これはベトナムの北部にいる白モン族っていう民族がいるんですけど、その民族の民族衣装の背中の部分、斑点みたいな民族衣装の背中の部分を切り取ったものですね。ベトナムに実際ハノイに行ってこういう民族衣装を、実際ユーズドの民族衣装を売ってるようなお店で購入したものです。結構ここまですごい民族ものすごいたくさん出てきてると思うんですけど、なんかそもそもこの民族ものというか、こう古道具とかにはまったきっかけみたいなのってなんかあるんですか？なんだろうな、けどなんかもともと実家がそういうなんか古いものとかが好きでいっぱいあったんで、そういうのに多分影響を受けてたりするのもあると思うし、妻も結構そういうものが好きなんで、結構2人でベトナム行った時とかこういうのディグりまくってこれ買おうみたいな感じで一緒に買ったりしますね。わかりました。ありがとうございます。続いてダイニングテーブル周りのお話を聞いていきたいなと思います。まずじゃあダイニングテーブルからちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入したアイテムでしょうか？これはイデーで購入したものですね。これは今テーブルの周りに椅子が4脚あるということで、じゃあちょっとこの辺の椅子もそれぞれお尋ねしてもよろしいですか？そうですね。これはさっきの長野リサイクルセンターで例のやつで2000円ぐらいで購入したもので、奥は飛騨っていう日本の木工家具のメーカーのものですね。でこっちは確か実家から持ってきたやつだったと思います。でこれはおばがヴィンテージのアンティークのなんか雑貨屋とかやってるんですけど、そのおばから購入したものですね。これすごいかっこいいですね。かっこいいですよね、裏見た感じ日本のメーカーのやつだと思うんですけど、多分70年代ぐらいのやつで、ただすごいキコかなりボロが来てますね。確かに、メンテナンスは必要です。で、結構テーブルの上、今ちょっとデコレーションもね少しされてたりすると思うんですけど、この辺りのちょっとアイテムについてもちょっとお尋ねしてもよろしいですか？これが岩手県の盛岡の恵比寿屋さんっていう室町時代ぐらいから続いてる染色の職人さんの妹があって、そこで迎え入れたものですね。実際にこれはもう最近作られたものなんですけど、結構いろいろ職人さんに話を聞いたり、なんか見学とかもさせてもらっていただいたものです。でこっちのお花はこれはあれですかね、オーガスタかなのお花だと思うんですけど、中目にあるフラワーショップあさみさんっていう家族でやってるお花屋さんがあるんですけど、そこ本当にいいご家族ですごくね、それもお得にいろいろサービスしてお花をいつもくださる方で、
そこのあさみさんのところで購入したものですね。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度ははいこちら側のちょっとお話を聞いていきたいんですけど、はいここがまあソファースペースみたいなはい、感じになるんですかね。はい、そうですね。ということでじゃあまずこのソファーからはいちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入したんですか？これは楽天だったと思います。社会人1年目の時に楽天で購入したやつです。お部屋の雰囲気も相まって、はい楽天とは思えないこう風貌というか1万5千ぐらいで買ってそうだったんだはいどうですか座り心地とか？でも普通に全然いい感じっすよ。うんなんか悪くは全くないですね。うん私ずっと使ってるし、なんかいつもここでテレビ見てこういう感じ。じゃあもう体にも馴染んできてそうるですね。はいもうちょい足伸ばせるといいなっていうのはあるんですけどね。はいまあこの前にローテーブルはいがあると思うんですけど、はい。これも長野リサイクルセンターのやつですね。これ欅のやつだと思うんですけど、なんかこう和室でおじいちゃんおばあちゃんがこう使ってるようなものだと思うんですけど、うんうん結構なんかここら辺のこうくり抜いた感じのデザインとかかっこいいなと思って迎え入れましたね。これは普通にコースターが置いてある？これも置いてあるのか。置いてあるだけです。普段はこそういうデイザインなのかな。ここにグラスを置いたりしはいはいはいて使ってます。なるほどね。はいわかりました。あとはじゃあちょっとこっちの壁側はいのちょっとアイテムについても聞いていきたいんですけど、じゃあまずちょっと上からはいこちらに1点、はいそうですね。アウターというかねちょっとあると思うんですけど、はいこれは何でしょうか？これはアメリカ軍の古着の軍物の古着の M51 っていう古着なんですけど、51自体はそんなに珍しいやつじゃないんですけど、この左肩のところ、ここにこの富士山のパッチがついてて、この富士山のパッチ、ここの左肩のパッチ SSI って言うんですけど、この在日アメリカ陸軍のパッチらしいんですけど、このパッチがついてるそもそも軍物の古着ってめちゃくちゃ珍しくって、僕は少なくとも見たことがないし、かつこの M51 っていうこれって基本戦闘服として作られたやつなんですけど、それがこの在日アメリカ陸軍、つまり戦いのない日本の地で働いてた人たちが所属しているのを示すこのパッチがついたのもなんでなんだろうみたいな感じで、ちょっと不思議な感じなんで、ちょっと僕もあんま古着とかそこまで詳しくないんで、もし知ってる人いたら教えてほしいなっていう感じなんですけど、はい、これはどちらのお店で購入されたんこれですか？下北の古着屋なんですけど、なんか下北そんなにこうヴィンテージが置いてあるような古着屋じゃなくて、どっちかというとこう安い、なんか学生とかにも買いやすいような古着屋でポツンってこう1個置いてあって、これいつ購入なんか入荷したんですかみたいな聞いたら、いや先週ぐらいですかねみたいな感じで、これ即買いますみたいなケロッと言われた感じですね。じゃあそうですそうだっねたんだ。めちゃくちゃいいものを掘り出しましたねこれは。わかりました。はいあとははいその下か、はいこちらのテレビボード、テレビボード、はいについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、これもおばから譲り受けたものですね。なんでこれも多分戦後のものだと思うんですけど、形がちょっと面白くって、木なのにこういうなんかカクカクした形で、面白いなって本とか入れたりこういうものも入れたりしてますね。すごいなんかセンスがやっぱすごいですね、おばのそうですね。なんかそうですね、家族からいろいろもらったりして、はい、いうところやりますね。これは普段テレビは見ないときはこう、そうですね。これ布かけてるっていう感じですね。まあでも YouTube とか Netflix とか見るときは結構あるので、そういうときは普通に外してここ置いたりしてます。わかりました。はい。あとはまたそのお隣に行こうかなと思うんですけど、ここはトランクですかね、下が。これですね。そうですね。これは戦前のトランクですね。大礼服とかっていう礼服ですねを入れるために使ってたトランクだと思います。これ名前が書いてあるんです。青山哲次郎さんっていう逆からこうね読む形なんですけど書いてあって、これはヤフオクで購入しました。これの上に布というか、これはマリのアフリカマリの泥染めですね。泥染め、はい、泥で染めたものです。だから多分こう手とか白いのをこするとちょっと色ついちゃうのかなと思うんですけど、そういう技法があるんですね。そうですね、泥でこう染める技法があって、これも阿佐ヶ谷のボゴランマーケットっていうところで迎え入れたやつですね。あとは、上のこちらのオーディオ機器、これは何ですか？これは山陽のラジカセですね。はい、80年代ぐらいのものだと思うんですけど、ラジカセなんですけどカセットのところはもう壊れちゃってて今使えなくなっちゃってるんで、後ろに
ケーブルつないで普通にスピーカーとして、はい、音楽聴くときに使ってます。どうですか、音質とかはいかがですか？結構いいと思います普通に、はい、なんで全然なんかこう低音とか高音のここのチューニングもできるんで、あ、そうなんだ、はい、音楽に合わせてこういじったりとかできるって感じですね。ちなみに普段音楽はどういった音楽を聴く？音楽は僕好きなアーティストヌジャベスと、ああとニュージーンズめっちゃ好きで幅広。ニュージーンズおじさんコントラストすごいですね、そこのそうなんですよ。なんでニュージーンズとかニュージーンズのプロデューサーのミン・ヒジンさんって人いるんですけど、その人がインスタとかにたまにこう曲シェアしてて、おしゃれな曲シェアするんですよ。それをこう自分でプレイリスト化して、Apple Music にミン・ヒジンプレイリストっていうのを作ってそれを流したりしてます。そうなんですよね。なるほど、わかりました。あとは、じゃあその上か、はい、その上はまたこの辺もこうオブジェがいろいろあったりすると思うんですけど、なんかこの中でお気に入りのものというか何かあったりするんですか？いや全部めっちゃ思い出があるものなんですけど、特にあるのはこれですかね。これは青森県の八戸の八幡馬っていう、郷土玩具ですね。馬なんですよ。黒い馬のモチーフで、今もこの八幡馬って普通にお土産品として販売されてたりするんですけど、伝統的なこうミノとかでこうカン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 こう叩いて作る伝統的な彫り方で作ってたのは2年前に亡くなった大久保直次郎さんって方がいて、その人が最後の職人さんだったんですけど、これはその方の作品で、去年ねちょうどその八戸に行った時にこの大久保さんが作った八幡馬ないかなっていうのを探したら、最後の1個がこれが売っていて、でこれはもうなんか、ね、大久保さんはもう残念ながら亡くなられてるんで、その方のね最後の作品をこう買えるのはもうまたとない機会だなと思って迎え入れたものですね。これはもうじゃあ手放せないですね。手放せないですね。我が家の家宝ですね。はい、そうですね。なんかデザインも結構こうモダンなデザインというか、どういうテイストの家に飾ってもこうなんか馴染みそうなデザインかなと思います。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。あとは、じゃあこちらのちょっとテーブルについてもちょっとお尋ねしたいんですけど。これは大理石ですか？これ多分大理石だと思いますね。これめちゃくちゃ重いんですよね。だからもうそうなんだ。これどちらで購入されたんですか？これは祖父の家にあったものをすごいもらってきました。これ普段どういった感じの用途で使用されてるんですか？これはちょうどこっちがキッチンなので、僕の方がキッチンなんで、こうキッチンでこうなんか料理したりして、なんかこう一時的に物を置きたい時とかここ置いたり、コーヒーとかね入れる時もここに入れてこうやって入れたりしてます。わかりました。ありがとうございます。続いて食器棚からまずちょっとお尋ねしたいなと思うんですけど、こちらの食器棚はどこで購入されたアイテムでしょうか？これも祖父からもらったものです。はい。すごいお部屋の雰囲気にも合ってますね。そうですね。もらったもので僕は生活してますね。ここは今どんなものを収納されてるんですか？そうですね。僕ビール好きなんで、ビールのグラスをこう入れてたりとか、こういうものですね、入れてたりするのと、あと結構器も最近なんですけどちょっとハマって集めてて、そういうもの入れてますね。これとかもベトナムのバッチャン焼きっていう焼き物で、多分50年ぐらい前のものになりますね。なかなかこう味があって、こうひびとか入っちゃったりするんですけど、そういうところもちょっと味があって可愛いなっていう感じで。あとここら辺もちょっとお気に入りのやつですね。これは沖縄の小玉土さんっていう窯のものなんですけど、なんかねこの人がもともとなんかこう民族系のこうエスニックとか民族系の雑貨屋さんをされてたらしくって、なのでなんかちょっとどことなくこうアフリカっぽいようなデザインがあって、この味がすごく好きだなと思って、これはこの間の結婚記念日の時にペアで購入しました。あとはそれこそじゃあちょっとお隣のグラス系とかもちょっとお尋ねしたいんですけど、この中でなんかお気に入りのグラスとかそうですね、あるんですか？この中だとこれですかね。これ町中華とかにあるようなキリンビールのビールグラスなんですけど、これもう全然使ってはないんですけど、キリンオレンジエードって書いてるタイプと、
このキリンジュースって書いてあるタイプ、なんかこの2タイプがなんかちょうどこの時期出てたらしくって、そういうなんかちょっと切り替わりの時期の過渡期のなんかグラスらしくて、僕もちょっとあんま詳しくはないんですけど、骨董市でなんかこの2タイプあるのは珍しいよと言われて、はい、思わず購入してしまったものですね。はい、とかあとは僕がメーカーでこう過去に商品企画とかもしてたんですけど、その時に担当したものとかですね。これはうちのヨナヨナエールっていう製品になる月のマークのやつなんですけど、福袋の商品出した時に作ったものですね。とかこれとかは戦前のでも札幌ビールって書いてある、まあ戦前かな、戦前のグラスですね。はい、こういうものはあんまり使ってるものともう置いてディスプレイにしちゃってるものと両方あります。はい、結構普段お酒飲む時は、はい、なんかレギュラーで決まってるってよりかは結構いろんなグラスを使われるんですか？いろいろこうグラス選んで、ビールによって例えばグラスこう香りが立つようなこういう丸っこい形のビールの方が合うやつもあるし、なんかこういうストレートグラスで飲んだ方が飲み応えが楽しめるようなのもあるんで、そういう僕の好きなそのビールによって変えたりもしています。はい、わかりました。ありがとうございます。そしたらあとはじゃあその上に行こうかなと思うんですけど、まあここは多分お部屋の中でも一番こういろんなものが置いてあるスペースだと思うんですけど、一等地ですね。一等地。じゃあちょっとここはまずどんなものというかなんかあるんですか？こう置き方というか。そうですね。まああんまりこうルールとかは決めてはないんですけど、この大きい絵、これ柚木三郎さんっていう方の絵なんですけど、これがなんか一応映えるようには配置はしてはいますかね。じゃあちょっとここは多分一等地ということで、いろんなお気に入りのアイテムがあると思うので、まずじゃあちょっと上に置いてあるものから何かちょっとお気に入りをちょっといくつか紹介していただきたいなと思うんですけど、何かありますか？そうですね。ここら辺だとまずこれが表参道にあるバスハウスっていうお店があるんですけど、そこで迎え入れた象の土人形ですね。でこう上にここ切れ込みがあるんで、これ貯金箱として使われてたものだと思うんですけど、これ多分戦前のものになります。で結構こういう土人形とか郷土玩具、例えばこういうものとかですね、こういうのを集めるの僕すごい好きなんですけど、こういうね象のモチーフは今まで一回も見たことがなかったのでそうなんですよ。これ珍しいなと思って、購入しました。でここのなんか色のちょっと雑に塗った感じのグラデーションの感じとかすごいかっこいいなと思って迎え入れましたね。こういうのって逆に何のモチーフのものが多いとかあるんですか？やっぱりこう馬だったりとか、あと干支のモチーフのものが多かったりとか、犬とかそういうものが結構多かったりしますね。これもアウト・オブ・ミュージアムという新大田のお店で小原和也さんっていう方の個展去年やったんですけど、その時に、迎え入れた小原さんの作品ですね。結構アフリカのなんかお面みたいな雰囲気があって、どうかこの手足の描き方とかこうなんか自由自在な感じがかっこいいなと思って迎え入れました。木に彫ってるんですか？これはね多分版画ですね。版画をペタってこう貼ってるんだと思います。なるほどね。はい。であとはそうですね、このちょっと見えるかな、ここ大黒様がいるんですけど、これは僕のこれも祖父の家にあったもので、多分祖父よりももっと前からずっとお家に置いてたやつなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと年代はわからないですけど、まあおそらく明治初期ぐらいのものなんじゃないかなと思います。なんでせっかくいただいたものなんで大事にしてこうお祭りしていますね。あとこっち側だとこれとかもちょっと古いもので、これは李朝なので300年ぐらい前の朝鮮のものですね。すごいな。菓子型って言って、そのお菓子の作る時の型ですね。ここにこう埋め込んで月餅みたいなああいうお菓子を作るための菓子型になります。今お香入れとして使ってます。とここら辺も僕が子供の時使ってた子供の頃おもちゃですね。キャスパーとかもう首が色がもう色がやばいですよね。さすがにもう
あれですね、限界がちょっと来てますね。来てて首とかもげそうなんで、はいアロンアルファであ、そうだったんだ。してるんですけど、はい、とかこのねダダとかもこれは怪獣なんですけど、はい成田徹さんっていう方のデザインの怪獣でめちゃくちゃかっこいいなと思って、今見るとすごいおしゃれだなと思って飾ってますね。であとうちの中で多分一番古いのがこの子で、これは古墳時代の高槻古墳時代まで、はい、なんで多分1000年以上前のものですね。すごっ。はい、で高槻って言ってワイングラスみたいなこういう形のこう供物とかを置くお皿みたいなのがあって、それのこの足の部分ですね。なんでこっから下の部分みたいな、そんなようなイメージですね。これは大江戸骨董市に行った時になんか骨董屋のおじさんが「これ古墳時代のやつだよ」とか言ってこう自慢してきてくれてまあそのおじさんの言葉を信じるならおそらく本物だとすごいですね、思われそれは。ます。はい、これは櫛ですね。でこっちにこうなんか飾ってるのは多分僕の見立てだと東南アジアとかバリとかそっちの方の人たちのが使ってた櫛、あるいはまあお土産品として作られたものじゃないかと思います。これは長野の佐久っていう場所にある有志カフェっていうカフェで購入したものです。こっち側は結構好きなものはこの花器ですね。花器って花の器って書いて花器っていうんですけど、まあ華道で使う器ですね。で70年代ぐらいの日本のものなんですけど、結構こう70年代ぐらいの日本のこの花器ってこういうちょっとモダンなデザインの、なんか今見てもめちゃくちゃおしゃれだなっていう、かっこいいなっていうデザインのものが多くて、これも学大にある古道具屋さんのクープっていうところで買ったんですけど、そこで購入して、なんかこう心臓っぽいデザインがなんかかっこいいなと思って迎え入れたものですね。はい、あとはこれは多分戦前の、時計です。ただ中が機械式ゼンマイ式だったんですけど、ちょっと機械式あんま調子良くなかったんで中身取っ替えてクォーツで職人の方に変えていただきました。はい、なので今普通に電池で動いてます。これあんま今だとね、こういうタイプの時計ってないですもんね。ないですよね。昨日。だからこうなかなかね、こう本当はこう場所取るんですけど、ちょうどいいスペースが空いてたんで、はい、ここに置いて時計として普通に使ってますね。あと壁にかけてるものだと、この辺は多分何年代のものか分かんないですけど、沖縄のペナントですね。これお土産品としておそらく使われてたやつで、これはヤフオクで購入したものなんですけど、多分ペナントブームが日本であったのが70年代から、60年代から多分80年代ぐらいだと思うんですけど、おそらくその時期のものなんで、もしかしたら沖縄がアメリカ統治下の頃のやつかもしれない。ちょっと詳細は分かんないですけど、で結構これ折られて作ってるやつなんで、結構ペナントってこうプリントのものが多いんですけど、確かに、折られてるんでちょっと味わいがあってぬくもり感があって可愛いなっていう感じで気に入ってますね。あとはこのお面ですね。これが結構うちのシンボルなんですけど、アフリカのコンゴ民主共和国にいるソンゲ族っていう民族がいるんですけど、その人たちのキフェベって言われるような森の精霊をかたどったお面ですね。で実際にこうお祭りとかでこうやってかぶってこうなんか踊ったりとかしてるらしいんですけど、もうなんかデザインがまず僕の好きなそのウルトラセブンに似てるのとあとラッパーのアメリカのラッパーのMF ドゥームっていう人がいるんですけど、その人のがいつもこうメタルのお面をかぶってるんですけど、それに似ててめっちゃかっこいいなと思って、たまにこうやってかぶって鏡の前に立ってます。鏡の前に立ってるんですかめちゃくちゃかっこいいですよね。なんか変身できる気になって。結構重いんですか？いや結構軽いんですよ。これそうなんだ。木でできてて、なんかねちょっとタバコの葉っぱみたいな匂いがするんですけど、こうやって裏はこういう感じの木彫りで味わいもありますね。ありますよね。このしましまのなんか柄とかもすごいかっこいいですよね。なのでこれは本当に気に入ってうちの守り神としてここに鎮座しております。これはちなみにどこで見つけたんですか？これはねヤフオクかなで見つけて購入したものですね。あとはヤギさんがちょっと普段からちょっと作ってらっしゃるとあるものがあるということで、ちょっと見せていただきたいんですけど、
僕その絵描いたりコラージュ作るの好きなんですけど、これは今言ったこれソンゲ族がここにいるんですけど、こうアフリカのこうそれぞれの民族たちのこう作る、民芸品を実際にこのコンゴに住んでるソンゲ族はここみたいな感じだったりとかガーナに住んでるグロ族はここみたいな感じで、それぞれその分布というか住んでる地域ごとにこの民芸品を描いたこれすごいですね。これ今何民族ぐらいいるんですか？何民族いるんだろうな、ちょっと数えてないんですけど、ちょいちょいこう書き足しながらやってますね。これはもうまだ全然。そうですね、もうアフリカももう100以上何百っていう数の民族がいるので、もうまだそのうちの一部なんですけど、ここら辺は結構砂漠の地帯で、こういう木工のこう郷土品を作る民族は比較的この赤道付近のこのエリアが多いので、あと多分書き足せるのこことかここら辺になるのかなというところですね。この中は結構お手元にあるものはどれぐらい今？いやもう全然ないですよ。全然このソンゲ族だけですね。あ、そうなんだ。この家にあるのは。あと、このファンティー族っていう人たちが作るアサフォフラッグっていう旗があるんですけど、それの図鑑は持ってます。本物は持ってないです。いつか欲しいですよね。このドゥシアン族とかサモ族とかここら辺結構僕の好きなデザインなので、ここら辺もちょっと欲しいなと思ってますね。日常では触れないちょっと言葉すぎて。そうですね。でもファン族は持ってますね。これファン族はねそこに1個あって。そうなんだ。これですね。パスポートマスクが。本当だ。これは一緒ですね。ファン族のパスポートマスクって言うんですか？パスポートマスクって言って民族ごとに自分のその身分とか自分は何族のものですっていうのを示すためにこういう手のひらサイズのマスクを作ったりするらしくて、これはおそらくファン族のものですね。そうなんだ。これじゃあいつか制覇を。そうですね。あと現地に行ってやっぱ見てみたいですよね。まだ現地とかにはまだアフリカには行ったことないですね。いつか行ってみたいですね。じゃあぜひ行ったら教えてください。ありがとうございます。はい、ということでヤギさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にヤギさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。そうですね。僕の個人のインスタで結構集めた古いものだったり面白いものとかたまに投稿したりしてるんで、よかったらチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで気になる方はヤギさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはヤギさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。